皆さん、こんにちは。今日は大阪メトロ御堂筋線の淀屋橋駅からスタートです。そして大黒町駅で乗り換え、大阪メトロ四ツ橋線で住之江公園駅に向かいました。住之江公園駅からはニュートラムでフェリーターミナル駅まで乗車です。見えてきましたよ。赤いファンネルが今日乗船する名門太陽フェリーです。左から名門太陽フェリー1便、オレンジフェリー、名門太陽フェリー2便が並んでいます。フェリーターミナル駅に到着です。改札口を出て左側に行くとフェリー乗り場です。フェリーターミナル駅から直通通路でフェリー乗り場まで行けるとても便利なところなんです。阪急フェリーのように乗り場が遠く、連絡バスを利用するしか行く方法がないのに比べ、大阪南港はフェリーターミナル駅と直結しているので、名門太陽フェリーを選ばれる方も多いです。今日は大阪南港フェリーターミナルから名門太陽フェリー2便に乗船します。今までいろいろ乗船してきたのですが、大阪南港からの航路は実はこれが初めてなのです。名門太陽フェリーのルートマップを載せておきますね。名門太陽フェリー2便は大阪南港19時50分に出港し、新門司へは8時30分の到着です。12時間40分の船旅となります。今回は安く済ませるため、名門太陽フェリーのレストランは使わず、大阪南港フェリーターミナル近くにあるローソンで食料を調達しました。これが今回購入した食料たちです。今日は満室のようです。さすがゴールデンウィークといったところでしょうか。受付で今日の乗船券を発券していただきました。赤熊チャンネル。さて、乗船時間の18時30分になりましたので乗船開始です。名門太陽フェリーの乗船口までかなり長い人道橋を歩いていきます。途中の窓から名門太陽フェリー福岡のリーナちゃんがお出迎えです。まだまだここからも長い人道橋が乗船を阻みます。この名門太陽フェリーと書かれた人道橋がなんかいいな。オレンジフェリーと名門太陽フェリーの間から夕日が沈むところが見えてよかったです。やっと人道橋からフェリーに乗船です。Welcome to フェリー福岡と書かれた先に船内の入り口があります。さて、船内に入りますね。爽やかな2層吹き抜けのエントランスが現れます。QR コードより昔ながらのルームキーはいいな。受付でルームキーを受け取り、6階から7階へ階段を上がり、船首の方へと向かいます。広い通路左側にあるお部屋はスーペリアといって、シャワー、トイレ、洗面があって2名から3名で利用できるお部屋です。先ほどの広い通路とは変わってすごく狭い通路になっています。この通路がファースト S の区画です。私の今日のお城となる一人専用の個室部屋です。
さて、入りますよ。決して広くはないですが、一人で泊まるには十分な広さです。4日前に姉妹船である京都に乗船したのですが、こちらの福岡の方が部屋の色合いは好きかな。洗面の上には歯ブラシ、名門太陽フェリーのお持ち帰りタオル、そして消毒済みのコップがありました。ハンドソープのビオレユーがあって、蛇口も軽く最高です。洗面の横には洗面の照明、コンセントがありました。そしてエアコンのリモコンがあって、部屋の温度調整ができるのがありがたいです。お部屋のメイン照明のスイッチ、洗面台の照明スイッチです。船内放送のボリューム。タオル掛けもあって便利です。ゴミを分別するため、2つゴミ箱がありました。こちらがベッドです。幅は狭いですが、これで十分です。枕はふわふわで柔らかく、ベッドのマットは結構固めでした。掛け布団もなかなかいいものでしたよ。注意事項のチラシがあって、浴衣ではなくパジャマがついていました。あと、使い捨ての茶色いスリッパもついていました。ベッドの上にはハンガーがありました。ベッドの横には読書灯があって、コンセントも一つついています。テーブルの上にはケトルがあって、湯飲みが一つとお茶のスティックが2本ありました。お決まりの消臭スプレー、ボックスティッシュがあって、ご案内の冊子には、船内でのマナー、非常の際の脱出経路図の案内が書いてありました。そしてテレビのリモコンがありました。テーブルには椅子があって、靴べらがテーブルの横に引っかかっていました。テレビもあって、こちらの壁にもハンガーがありました。エアコンは天井にはめ込まれているので、圧迫感がなく良かったです。赤熊チャンネル。まだ出港までは時間がありますので、船内探索にでも出かけましょうか。ファースト S の通路はやっぱり狭いですよね。それに比べてスーペリアの前の通路は極端に広いですよね。もう少し両方の平均を取った通路がいいように思いました。6階のショップに来てみましたよ。九州と関西のお土産や
大阪万博のお土産もありました。あとスナック菓子やドリンク、お酒もありました。名門太陽フェリーのオリジナルグッズなんかもいろいろとあって、乗船記念にはうってつけです。同じ6階には自動販売機コーナーがあって、ソフトドリンク、お酒なども充実しています。あと、セブンティーンのアイス、そしてカップヌードルもありました。冷水器や持ち込みのカップ麺にお湯を入れる給湯器、電子レンジもあって、持ち込み食料がウェルカムなのもいいな。大部屋の方に無料の貴重品ロッカーがあるのもいいね。通常のコインロッカーは有料だったのでほとんど空いていました。フェリーといえば、やっぱりゲームコーナーでしょうか。と言ってもほとんどしないですけどね。糸を切るクレーンゲームに、ノリーナグッズや万博の脈々がいましたよ。そして、可愛らしい海の生き物の絵が描かれたキッズルームがありました。今回、利用しなかった展望レストラン、2024年11月から船内売店やレストランで、電子マネーやクレジットカードが使えるようになったんだ。知らなかった。6階のお部屋を少し紹介したいと思います。キッズルームの奥にコンフォートという個室ではないけど、一段ベッドのお部屋があります。こんな感じのお部屋です。船内では2番目にお安いお部屋になります。続いて、ツーリストの2段ベッドのお部屋です。G01、G06 がおすすめ。ベッドを上段と下段に分け、少しでも個室感が出る工夫がなされています。船内では一番安いお部屋です。6階の船首の方に、プライベート S というドライバールームがあります。一般では使えないですが、たまに使える時期もあるみたいです。これは京都のプライベート S です。ベッドとテーブル、椅子があるシンプルな個室です。エントランスにもエレベーターと階段はありますが、船首からエントランスの間にももう一つエレベーターと階段があります。ここからでも上り下りできます。階段で6階から7階に行ってみたいと思います。上に上がると洗面所があります。中には姿見、奥にはシャワー室もあります。そして、洗面所が7つもあって、ドライヤーまで完備され女性には嬉しい仕様になっています。7階で一番いいお部屋スーペリアがあります。洗面、シャワー、トイレもついています。写真では3つベッドが出ていますが、通常は2段ベッドは折りたたまれています。左側にファースト B があって、通路の奥にはファースト J があります。グレードの高いお部屋は8階にありますので行ってみましょう。さすがグレードの高いお部屋がある階層だけあって、壁にはオブジェが飾られています。途中、喫煙ルームや自動販売機もありました。自動ドアを開け、通路の様子だけを収めました。デラックスのお部屋、これはもうホテルだね。
スイートはそれ以上に広く、絨毯の模様もいいね。名門太陽フェリー2便の料金表を貼っておきました。参考にしてみてくださいね。赤熊チャンネル。7階の船尾側にデッキに出れる扉があるので、出港を見にデッキにやってきました。向かいにはオレンジ大阪が停泊しています。オレンジフェリーは大阪南港から愛媛県は東横まで運航されているフェリーです。全室個室のお部屋が特徴です。7階デッキから8階デッキに上がってみますね。8階デッキはそれほど広くないですが、他のフェリーに比べると名門太陽フェリーのデッキからの展望はかなり良い方だと思います。8階デッキからはファンネルを目の前で見ることもできます。7階デッキに降りてきました。この船尾のデッキは本当に広いです。出港時間が近づいてきましたので、岸壁のロープが外され、巻き作業の開始です。大阪南港を出港し、受付スタッフの方が手を振ってお見送りしてくれました。北九州は新門司まで行ってきます。出港して180度回答後から人がデッキに集まってきました。皆さん大阪万博の大屋根リングを見にやってきたのかな。あのオレンジに点灯しているところが大阪万博の大屋根リングです。赤熊チャンネル。船内に戻ってきて夕食にいたしました。ローソンで買った悪魔のおにぎり、わかめご飯、そして人類皆麺類のカップ麺です。お湯を注ぎに自動販売機コーナーにやってきました。熱湯をボタン一つで簡単に注げる給湯器はとても便利です。おにぎりは電子レンジでチンしました。ちゃんと温まっているかな？ OK です。さっき場所を取っておいた6階のプロムナードのお席へ移動です。この人類皆麺類のカップ麺がたまりません。スープとチャーシューが店と味がよく似ているんです。麺は全然違ってましたけどね。
このカップ麺はおすすめです。赤熊チャンネル。あ、やばい。明石海峡大橋通過の時刻だった。急いで8階デッキへ来ました。なんとか間に合ったみたいでほっとしました。明石側は人でいっぱいだったので、淡路島側から撮影しました。いつ見ても明石海峡大橋は綺麗だね。もう少し明るく撮影できたらいいんだけど、この子では限界かな。赤熊チャンネル。さて、お風呂でザブンと行きましょうか。明石海峡大橋通過後なので混んでました。展望浴室はこんな感じでした。お風呂の脱衣室に冷水器がないので、同じ7階にある自動販売機コーナーの隣の冷水器で冷たいお水をいただきました。さて、お部屋に戻ることといたします。いつもながら、お部屋は寝る空間のみとなっています。撮影しているとあっという間に夜中になっているのです。今度、撮影なしの船旅もしてみたいと思います。けどそう思うだけで乗船すると撮影しているんだろうな。予定より15分も早く通過するなんて、やってしまった。遠ざかる瀬戸大橋しか見ることができなく残念。やってしまったけど、悩んでも仕方がない。日の出を見るために早く寝よう。おやすみなさい。赤熊チャンネル。おはようございます。まだ日の出までは時間がありますので、紹介できていなかったパブリックスペースを見に行ってみましょう。7階のエレベーター前にあるしましまのソファーです。飾られてる絵がとてもおしゃれですよね。そして分別されたゴミ箱が並んでいて、ロングシートが壁沿いに置かれていました。6階に比べると広くはないですが、テレビラウンジがあります。あと、ゆったりできそうな展望ラウンジがあります。7階から6階へ降りてきたエントランスはこんな感じです。ソファーも置かれ、なかなか良い感じです。売店の横には営業時間のご案内がありました。乗船時に写真を撮っておくと便利ですよ。電子レンジは24時から朝6時40分まで使用できないので注意が必要です。6階にはゆったりできそうなテレビラウンジもあります。エレベーターも用意されています。あと6階のエレベーター前には紺色のソファーがあって、こちらの絵もとてもおしゃれです。そして6階には可愛らしい椅子とテーブルがあって、ハイカウンターのプロムナードもあります。夕飯はここで食べたんですよ。エントランスの壁に水が流れているように見えるのは本物の水、それとも液晶に映ってる画像なのかな。エントランスの全容はこんな感じです。
赤熊チャンネル。現在、朝4時16分、愛媛県は松山の沖を航行しています。まだ日の出までは時間があったので、朝食にバナナカステラとリンゴジュースをいただきます。7階のデッキに出ることにします。あら、デッキは濡れているようで、どうも天気が悪いようです。雨は止んでいるようですが、これではマジックアワーどころか日の出はアウトです。残念。少し明るくなってきたようなので再度、7階デッキにやってきました。先ほどに比べると厚い雲はなく、晴れてきそうな感じでした。その後、1時間ほど経ってから晴れてきたので、デッキに出てきました。もう少し天気の回復が早ければ日の出を見ることができたと思うと残念で仕方がありません。先ほどの天気とは打って変わったように晴れ、青空と海が青くとても綺麗でした。朝4時頃に少し食べたのですが、お腹が空いてきたので、スープパスタをいただきました。自動販売機コーナーにある給湯器でお湯を注ぎました。ぐるぐるとかき混ぜて数分で出来上がりです。6階のプロムナードのハイカウンターでいただきました。赤熊チャンネル。新門司港へ入港です。船尾には国旗が掲げられていました。確か入港する際に掲げられたと思います。岸壁につけるためサイドスラスターで船を横方向に動かすのに使う推進装置を駆使して着岸します。ボートを操船したことがあるんですが、車のようにブレーキがないので、エンジンをある程度の位置でスロットルをオフにしてやることで、惰性で着岸した覚えがあります。着岸の最終作業に入ったので、船尾のロープ作業を見に来ました。無線で安全確認をし、作業しておられました。こういう作業シーンもフェリーに乗船する醍醐味なのかもしれません。神道京都フェリーがドッキングしました。とてもいい天気で景色がいいな。下船の準備をしないとね。お世話になったお部屋ともお別れです。ありがとうございました。お部屋から6階の乗船口に移動しなきゃ。下船です。さすがゴールデンウィークだけあって人がいっぱいでした。フェリーから神道橋を渡ってターミナルに入るのはいつもながら寂しいです。福岡、長い航海お疲れ様でした。名門太陽フェリー福岡の船旅はいかがだったでしょうか？大阪南港は駅から直結で利便性は抜群でした。一人専用個室としてはとても良かったです。そしてお値段が1万円を切るお値打ち価格も最高です。新幹線、飛行機、バスでは味わうことができない快適な空間はきっと満足するはずです。フェリーは本当に最高です。今回はすべて紫のバスでした。どこかの動画で紫バスは当たりと聞いたことがありますがどうなのでしょうね。バスは JR 小倉駅に向けて出発です。ありがとう。名門太陽フェリー福岡、またね。赤熊チャンネル。博多駅でお友達と会う約束をしていたんで、小倉駅から博多駅まで新幹線で移動。ちょうど乗車する新幹線がなんとワンピースの瀬戸内ブルー号だったのです。
これは嬉しかったです。博多駅でじっくりと瀬戸内ブルー号を見れました。まだ車体がピカピカだったので塗りたてだったのかな。これは嬉しいサプライズでした。今回の動画はゴールデンウィーク第1弾として名門太陽フェリー福岡の乗船記をお届けいたしました。夜にもフェリーに乗船予定ですので、次の動画も楽しみに待っていてくださいね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。